マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さん、突然なんですけど、皆さんは慣用句って聞いたことありますか？もしかするとね、勉強したことあるよっていう人もいるかなって思うんですけど、この慣用句っていうのは2つ以上の言葉が一緒になって、元の言葉とは違う、ある決まった意味を表す言葉のことです。例えば、腹を割るとか、目から鱗が落ちるとかね。直訳すると、ちょっとよく意味がわからない表現だったり、ちょっと怖い表現とかもあったりするんですよ。うん。でも、これは本当に腹を割るわけではありませんし、目から鱗が落ちるなんてこともありませんね。はい。でも、日本語にはこうした表現がたくさんあるんですね。ということで、今日のテーマはですね、日本語の面白い表現についてです。こういう表現って英語とか韓国語とかにももちろんあると思うんですけど、日本では日常会話でも自然に使う人が結構多いんですね。それに日本語って感情をストレートに伝えるっていうよりも、こういった表現を使って少し柔らかく言ったり、遠回しに表現したりすることもあるんですね。なので、今日はですね、そんな日本人がよく使う表現、慣用句をいくつかご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこのマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。まず最初の表現は目から鱗が落ちるです。この鱗っていうのは魚の体の表面についている薄くて硬いキラキラした小さなパーツのことですね。よく魚をさばくとき、魚を料理するときに、魚の表面を包丁でシャッシャッシャって削るじゃないですか。で、その時に、ちっちゃいやつが、取れますよね。まさにあの部分です。あの部分が鱗ですね。うん。で、ちなみに、魚だけじゃなくって、トカゲやヘビの体を覆っている硬い皮膚も鱗って言います。今言ったように、鱗って魚やヘビの体にあるものじゃないですか。目にはないですよね、鱗は。じゃあ、その鱗が目から落ちる。これってどんな意味だと思いますか？この目から鱗が落ちるっていうのがどういう意味かっていうと、今までわからなかったことが急に理解できたり、あ、そういうことだったのかって、はっと気づくような状態を表す表現のことです。例えば、先輩に勉強法を教えてもらって目から鱗が落ちましたとか、この本に出会ったことで目から鱗が落ちるような思いがしたとかね。こういうふうに使います。で、実はこの表現は聖書が由来だと言われています。聖書には祈りを捧げると目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったっていう話があって、で、そこから今まで気づかなかったことに気づく、急に理解できるようになるっていう意味で使われるようになったそうです。それからもう一つ、目に関係する面白い表現をご紹介すると、目に入れても痛くないっていう表現があります。これはどういう意味か、皆さんわかりますか？普通に考えたら、目に何かを入れたらすごく痛いですよね。もう小さいホコリでさえ、もう目に入ったら痛いじゃないですか。うん。で、じゃあこの
表現がどういう意味かっていうと、すごく可愛がっている、大切に思っている存在に対して使う表現なんですね。例えば、自分の子供や孫、あとはすごく可愛がっているペットとかに対して、目に入れても痛くないくらい可愛いっていう風によく使います。それくらい本当に大切で、何をしても許せるくらい可愛いっていう、そういった強い感情を表す表現なんですね。で、日本語にはこういう少し大げさだけど感情がすごく伝わる表現も多いんですよ。それでね、これを旦那さんに聞いてみました。ねえおっぱ、私おっぱって旦那さんのこと呼んでるんですけど、ねえおっぱ、私は目に入れても痛くないくらい可愛いって聞いてみました。そしたら、舞ちゃん、でも目に入れたら痛くないってそう言われましたね。はい。でも、これは韓国語でも日本語と同じ表現があるみたいです。次に腹を使った表現なんですけど、腹ってお腹のことですね。はい。代表的なのが腹を割るっていう慣用句です。これだけ聞くとなんかすごい怖い感じがしますよね。腹を割るって。うん。でも、これはそういう怖い意味ではありません。じゃあどういう意味だと思いますか？これは本音で話す。隠さず正直に話すっていう意味になります。例えば、今日は腹を割って話そうとか、お互い腹を割って話せたっていう風に使います。普段の日本語ってどちらかというと遠回しに言ったり、直接的な表現を避けたりすることが多いんですけど、その中で腹を割るっていう表現には、本気で向き合おうとする、そういった強いニュアンスがあるんですね。で、なんで腹なのかっていうと、昔の日本では心よりも腹に感情とか本音があるって考えられていたそうなんですね。だから腹っていう言葉には表には見えない本音とか本当の気持ちとか、そういうイメージが結びついているんですね。ちなみに腹を使った表現は他にもたくさんあって、腹が立つっていうのは怒るっていう意味で使いますし、これはね、聞いたことある方も多いかなと思うんですけど、ムカつくっていう時に、本当に腹が立つって言ったりしますね。うん。あとは、腹黒いっていうのもあります。腹黒いっていう表現は、表ではいい人のふりをしているけど、実際心の中ではずるいことを考えているっていう意味ですね。例えば、すごく優しそうに見えるけど、実は自分の得になるように人を動かそうとしているような人に使います。あとは腹をくくるっていう表現もよく使うんですけど、これは覚悟を決めるっていう意味です。こうしてみると、腹ってただの体の一部っていうより、人の気持ちとか本音を表す言葉として、すごくよく使われているのがわかります。日本語にはこういうふうに体の一部に感情を結びつける表現が多いんですね。それから顔を使った表現も結構多いです。まず代表的なのが顔を潰すっていう表現です。これ、言葉だけ聞くとかなり怖いですよね。顔を潰すなんて、ねえ、なんかすごい暴力的なイメージがありますよね。でも、実際には誰かを殴るとか、顔に怪我をさせるとかね、そういった意味ではありません。じゃあ、どういう意味だと思いますか？これはどういう意味かっていうと、相手に恥をかかせる、立場を悪くしてしまうっていう意味です。例えば、これは実際に私がね、
されたことなんですけど、学生時代に私がアルバイトしていて、で、私の同級生が、その私のアルバイト先で働きたいって言ってきたんですよ。だから紹介してほしいって。で、ちょうどその時、そのアルバイト先でも、募集していたのでね、あ、いいよ、じゃあ話しておくって言って、店長に話をしたんですよ。そしたら、その店長も、あ、オッケーオッケー、じゃあ面接しようかって言って、その友達が面接したんですよね。それで、無事、受かったんですよ。で、採用されて、一緒に働いていたんですね。で、その子は、友達として付き合っている分には、悪い子ではなかったんですよ。普通にいい子だったんですけど、なんかこう実際に一緒に同じアルバイト先で働いていたら、なんかね、こう、友達の時は見えなかった部分が結構見えて、こう、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと周りに迷惑かけちゃったりとか、そう、自分勝手に動いちゃったりとかね。うん、結構周りの空気をちょっと乱しちゃったりとか、そういう感じの子だったんですよ。うん。で、ちょっと問題をいくつか起こすようになってしまったので、店長がその私の友達を、呼んで注意をしたんですよね。うん、ちょっと気をつけてほしいって。そしたら、その友達は、その店長に言われたことが気に入らなかったのか、そのまま私にもお店にも何も言わずに辞めちゃったんですね、お店を。そう、もう辞めちゃったっていうか、もう来なかった、次から。そう。で、このこの表現をね、バックレるって言うんですけど、そう、バックレたんですよ、その友達が。うん。このバックレるっていうのは、普通だったら、アルバイト先にすみません、いついつで辞めます。辞めさせてくださいとかね、言うじゃないですか。そう。だけど、その子は何も言わずに消えたっていう。そう。それをバックレるって言いますね。うん。そういうことをされてしまって、で、やっぱり私が紹介した友達だったので、ね、私もすごい申し訳なくって、店長とか一緒に働いていたメンバーにもね、そう、それがまさにその友達が私の顔を潰すっていうことですね。うん。私はその友達から顔を潰されました。そう。で、やっぱり私もちょっと立場が悪くなっちゃうじゃないですか。でも本当に申し訳ありませんでしたって、私が紹介してしまったから、こういった問題が起きてしまって、本当に申し訳ありませんでしたっていう風に、もうみんな一人一人に私はその後謝りました。でも、みんなね、もういい人たちでちゃんと理解してくれたので、舞ちゃんのせいじゃないよって。だから舞ちゃんは気にしないで、これからもここで働いてねって言ってくださって、そう、私はその後も問題なく働くことができました。うん。なので、こういった時に、この顔を潰すっていう表現を使います。あと、顔が広いっていう表現もあります。これも日本語を勉強している人が初めて聞くとね、不思議に感じるかもしれません。顔が広いって聞くと、なんかちょっと顔が大きいみたいな、そういう意味なのかなって思ってしまいますよね。なんか場合によってはちょっと失礼な言葉にも聞こえるかもしれません。でもこれは悪い意味ではないんですね。どんな意味だと思いますか？これは人脈が広い、多くの人とつながりがあるっていう意味です。例えば、彼はこの業界で顔が広いからいろいろな人を紹介してくれるっていう風に使います。こうやって見ると、日本語では顔っていう言葉が人間関係や社会的なつながりを表す表現としてすごく多く使われているんですね。日本ではメンツ、
つまり人前での立場を大事にする文化があると言われていて、その影響もこういった表現に現れているのかなと思います。私が韓国に留学来た時、韓国語をね、学ぶために語学学校に通ったんですよ。で、その語学学校で、韓国語の慣用句習ったんですけど、学校で習ったのは、足が広いでした。そう。これは日本語の顔が広いと同じ意味なんですけど、韓国では足が広いって言うんですね。日本ではその人の顔がいろいろな人や場所に知られていて、社会的なつながりが広いっていうイメージですね。一方で韓国語ではいろいろな場所に行って人と出会う機会が多いっていうイメージから来ているんですね。つまり意味は同じでも、日本は顔、韓国は足っていう風に、どこを基準に考えるかっていうのがね、違うんですね。最後にご紹介する表現は、胸を張るです。これは聞いたことがある方も多いかもしれません。皆さんはこの表現の意味わかりますか？胸を張るっていうのは、自分のことを誇りに思う、自信を持つっていう意味です。例えば、彼女は胸を張って自分の意見を主張したとか、胸を張れる仕事をしたいっていう風に使います。皆さん、鬼滅の刃っていう日本のアニメ見たことありますか？本当に人気なのでね、見たことあるっていう方多いんじゃないかなって思うんですけど、その中で煉獄杏寿郎っていうキャラクターが胸を張って生きろっていうシーンがあるんですね。で、このシーンが結構有名なので、知ってる方もね、多いんじゃないかなって思います。この表現には少し日本らしいニュアンスもあって、日本では普段からあまり自分のことを強くアピールしたり、自信をはっきり見せたりする人は多くありません。だからこそ胸を張っていいですよって言われると、それがただの自信を持てっていう意味だけではなくって、あなたはそれで大丈夫だよって背中をそっと押してくれるような、そういった少し優しい励ましの言葉として聞こえることが多いんですね。これは日本の謙遜する部分とも関係していると言われています。自分のことをあまり大きく見せないことがいいとされている部分もあるのでね、その分努力や結果に対して胸を張っていいって言われると、すごく意味が大きく感じられるんですね。こういうところははっきりと自分をアピールする文化の国と比べると、ちょっと違いがあるかもしれません。はい、今日はですね、日本語の面白い表現についていろいろご紹介しました。いかがでしたか？皆さんの国にもこういう直訳するとちょっと不思議な表現や面白い表現ってありますかね？それから今日ご紹介した中でこれが一番好きとか、あとはこれが一番面白いって思った表現があったら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。